golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just 皆さんこんにちは、リビークッカです。今日は少し早いですが、クリスマスに向けてお部屋を飾り付けながら、これからの季節を心地よく過ごせるようにお部屋を整えていきたいと思います。私は自然が豊かなところが大好きなので、今回はお部屋に植物をお迎えしたいなっていうふうに思っています。物の配置だったりとか、使いやすい動線などを考えながら、今回のテーマである小さなアトリエのようなお部屋を作っていきたいと思います。それでは早速ですが、クリスマスのデコレーションと模様替え Vlog スタートです。光が入る窓側には白いデスクを、こちらのスペースは寝る空間でベッドを置いています。この白いデスクはとてもお気に入りで、この少しアンティーク調な雰囲気がお気に入りです。このアイアンのシェルフにはアクセサリーや小物、スキンケア用品など入れています。この壁掛けは IKEA で購入しました。まずは植物を飾り付けていきたいと思います。この植物はみかん酢です。つるが伸びて窓際に飾るとすごく可愛いかなと思ったので、これにしようと思います。みかん酢を飾るだけでも雰囲気が出て、理想のアトリエにちょっと近づいたんじゃないかなと思います。この葉っぱの色とか垂れ下がり具合がすごく可愛いです。もう一つ今回お部屋に置きたいなと思ってるのがこちらの植物です。名前はシェフレアです。この形がすごく特徴的で素敵だなっていうふうに思ってます。飾る場所をどこにしようかなと思っていて、日の当たる窓際がいいかなって思ってます。こんな感じで植物置いてみました。このスツールがすごくお気に入りで、曽祖母からもらったものになります。かなり年季が入っていて、ともひび割れとかもあるんですけど、ここにワイヤーで留めて使っています。この葉っぱの色が緑だけじゃなくて、ちょっと白っぽい色もあったりとか、あとこの植木鉢もとても気に入っています。やっぱりお部屋に緑が増えるだけでかなりお部屋が明るくなりました。こんな感じでデスクスペースを植物で飾ることができました。白が多い空間なので、そこに植物の緑が入るだけでもかなり雰囲気が変わって、すごく素敵になったなっていうふうに思います。特にこのみかん酢の垂れ下がり具合が可愛いし、この葉っぱの色が緑もあるし、ちょっと紫っぽい色もあって、それがすごく素敵だなっていうふうに思います。今回のテーマである小さなアトリエ。なぜアトリエかというと、私のビジョンボードの夢の一つにアトリエを作るっていう夢があります。私の理想で言うと、大きい窓があって、そこから緑いっぱいの景色が見えます。で、その目の前に大きなデスクを置いて、YouTube の編集もそうだし、バレットジャーナル書いたりジャーナリングしたり、将来的には手芸をする時間を作りたいなっていうふうに思っていて、自分でお洋服とかも作ってみたいし、自分がいろんな創作活動ができるような、アトリエを作りたいという夢があります。
で、日本の実家の部屋では無理かなって思ってたんですけど、窓の近くに机を置くことですごい光も方角的に日中すごく綺麗に入ってくるお部屋になってるので、そこにデスクを置いて、窓から見える緑いっぱいの景色の代わりに植物を置いたりして、将来自分が作りたいなって思ってるアトリエのミニバージョンを今の自分のお部屋でできる限り再現してみようっていうことで、今回小さなアトリエというテーマにしました。これからこの机で YouTube であったりいろんなプロジェクトを一生懸命頑張っていきたいなっていうふうに思います。では次にクリスマスのデコレーションをしていきたいと思います。このクリスマスツリーはニトリで数年前に購入しました。このライトがつくタイプになっていて、あと小物で言うと IKEA のライトだったり、これどこで購入したかわかんないんですけれども、オーナメントとハワイで買ったサンタさんのオーナメントがあります。去年はオーストラリアで過ごしてたのでクリスマスツリー飾り付けなかったんですけど、もう多分2回ぐらいは飾り付けてるけど、未だになんか飾り方が難しくて苦戦してます。でもこのライトつけるとさらに可愛くなるので、ちょっと頑張りたいと思います。感じでもともとついてあるライトと IKEA のライト両方組み合わせて完成しました。では次、オーナメント飾っていきたいと思います。これがハワイで購入したサンタさんがサップをしているオーナメントになります。サンタさんをメインにしながら、ちょっと重たいか心配なのでここら辺に中に入れようかな。暖かい国だとサーフィンしてるサンタさんだったり、これみたいにサップしてるサンタさんがいるので、これ日本ではなかなか買うことができないので、このサンタさんのオーナメントに出会えてよかったです。こんな感じでお部屋が完成しました。ツリーは机の隣の窓際に置くことにしました。夜机でジャーナリングするときにお部屋を明るく雰囲気を作ってくれるかなと思ったので、この位置にしました。今回一番作りたかったアトリエの部分が完成しました。このコーナーを少しご紹介したいと思います。先ほどのみかん巣に、これはリースのようになっている植物で、母がこのリースの土台につけました。で、あとはマリメッコのクリスマスのポストカードであったり、これは姉のものなんですけど、姉が貸してくれてます。この鳥がすごい可愛くてお気に入り。と、ここですね。これは私が手作りで枕目編みで作りました。中に試験管を入れるサイズで作ったので、植物を飾ることができます。これも雑貨屋さんで買ったもので、今後ここにも植物入れたいなっていうふうに思っています。あとは
これハワイで購入したクリスマスのメッセージカード。これも鳥と同じところで購入して、お店の名前忘れちゃったんですけど、マーケット行った時に購入しました。あとこれ、昔はこの IKEA の、壁掛けのところにフェアリーライトつけてたんですけど、壊れちゃったので今つけてなくて、昔はここにスイッチの部分を隠すようにこれを自分で作りました。全体見るとこんな感じ。すごい可愛く作ることができたかなって思います。思ったよりもすごく可愛くできたので、すごい気に入ってます。この部屋で過ごす時間がお気に入りの時間になりそうです。あとこの机なんですけど、この下のところに物を置くことができるので、ちょっと配置を考えていきたいと思います。まずこれは IKEA のバスケットで充電コード類などを入れてます。これをちょっとこっちに持ってきて、無印の鏡です。反射しちゃうと危ないので布をかぶせていて、これはマルチバンドで留めています。なのでこれを反射しないように一番奥に持っていって、スキンケアのグッズをこの前のところに置こうかなと思います。でもちょっとスペースあるので、スキンケアを前に置いて、鏡を置いて、この空いたスペースにこんな感じで入れようかなと思います。こっちのスペースはちょっと日が当たるので、なるべく物は置かないようにしています。一番上の段にはカメラ類の機材を入れていて、今使ってるので大きいのは入ってないんですけど、本デジとかが入ってます。今ちょっと文房具の収納を変えたいなっていうふうに思ってて、いつもリビングと自分の部屋と両方で作業することが多くて、このバスケットにカメラの機材を入れてたんですけど、自分の部屋にある一番大きいバスケットになるので、これに普段リビングと自分の部屋を行き来するときに必要なものを入れようと思います。まずこの大きいノートとか、あとはリングノートと、あと自分のバレットジャーナル入れて、あとこのペンと、あとステッカーと、あとこの辺も結構使うので、ボールペンと、よく使うものだけに厳選しようと思います。あとイヤホンと修正器、あと普段はパソコンもあるので、これはなんかちょっと持ち運びにくいんですけど、ひとまとめにすることによって今後楽になるかなって思います。あとは机の端っこにこうやって置いといてもすごい見た目がすっきりするので、このバスケットにまとめておこうと思います。このアイアンのラックの収納も考えていきたいと思います。一番上の段はさっきまとめたよく使う文具だったりパソコンを入れておきたいので、ここに置こうと思います。パソコンは落ちると怖いので、ここに載せるときには机の上に置いとこうと思います。あとここはアクセサリーでなってて、3段目によく使うノートや本を置きたいと思います。またちょっと今度別の動画で
ノートとかはお話ししたいと思います。なのでよく使うものとか見返したい本はこの欄にこの4段目はカメラ機材などを置きたいと思います。こんな感じかな。細かいカメラの機材とかコンデジとかはこの小さいところに入れたいと思います。で、一番下の段は今は使ってないんですけど、将来財布入れにしたいなって思ってる可愛いボックスになります。今回の模様替えとクリスマスデコレーションの動画いかがでしたでしょうか？私自身はここの空間を本当に可愛くて気分が上がる空間にしたかったので、今日のテーマにあった小さなアトリエ作ることができたんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり緑や植物があることで自分の気持ちがちょっとホッとするような素敵な空間を作ることができました。あと収納も少し見直してリビングと自分の部屋を行き来するバッグを用意したりとか、いつも使っているノートを取り出しやすい位置に配置することができたりとか、スキンケアもこの下にまとめることができたので、かなり動線が良くなったかなっていうふうに思います。今年もあと2ヶ月であっという間だったなっていうふうに感じています。2025年の初めに掲げた目標、叶っているものもあるし、まだ叶えられていないものもあります。残りの2ヶ月で一つでも多く目標が叶えられるように、今日作ったこの小さなアトリエで自分が描く未来を叶えていきたいなっていうふうに思います。2025年は YouTube がかなり不定期になってしまいましたが、今までよりもたくさん動画を更新できるようになってきたので、引き続きたくさんの動画を皆さんに見てもらえるように頑張っていきたいと思います。部屋を整えたことで自分の心も少し整えられたような気がします。この小さなアトリエを日々のインスピレーションが生まれるような場所になったかなと思うので、もっと YouTube や他のプロジェクトにも専念していきたいし、少しずつ自分の思い描く未来に進んでいけるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。これからの YouTube も頑張って投稿していきますので、いつも見てくださってる方、新しくこのチャンネルに出会ってくださった方、ありがとうございます。クリスマスのデコレーションと模様替えの動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ビビークッカでした。